どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを見たい人はぜひパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、今日はスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。木村です。はい、またね、木村さんにゲストに来てもらったんですけど、いきなりなんだけどさ、うん。みんな人それぞれいろんな好みとかさ、考えがあるじゃん。うんうんうん、例えば甘いものが好きな人もいれば苦手な人もいる。うん、うん。寿司を美味しいと思う人もいればまずいっていう人もいる。うん、大谷翔平が好きな人もいればそうじゃない人もいる。うんうん。あまあ自分の好みとかね考えがみんなと同じ場合もあるし全然違う場合もあると思うんだよね。うんうんうん。ということで今日は他人にあんまり分かってもらえないことについて話したいと思います。はい。うん。今日はね、特に俺がそう思ってるけど、あんまり他の人は理解できないことについて話そうと思ってて、で、うん。まず一つ目は、俺はね、納豆はちょっとコーヒーの匂いがすると思うんだけど、どう思考えたこともなかったけど、う？うん。いや、コーヒーはコーヒーの匂いだと思う。だから、うん。いや、どうだろうな。そんな感じしないな、俺は。うん、だから納豆を食べるときに、ちょっとカフェにいるような気分だなとは思ったことないでしょ？ないないない。うん。まあね、それはね、俺ももちろん思ったことはないんだけど、俺が うん。俺が言いたいのは実は普通の納豆じゃなくて、納豆とかを手で触ったりとか、箸で触ったりして、で、ちょっうん。と時間が経って、後でその手とか箸の匂いを嗅いだ時に、ちょっとコーヒーの匂いがするのよ。うん、なるほど。うん。で、それも、フレッシュなコーヒーの匂いじゃなくて、ちょっと時間が経った後の納豆の匂いとコーヒーの匂いがすごい似てると思うんだよね。ほうん。これは嗅いだことないう。でしょ、別に。この匂いを。嗅いだことないし、うん。別にあんま嗅ぎたいとも思わないかな、みたいな。うん。確かにね。俺は別にこの匂いがいい匂いとは、思わないんだけど、でもたまたまね、うん。納豆が嫌いっていう人がいたのよ。で、納はいはいはい。豆なんで嫌いなのって聞いた時に、匂いが臭いからって言ってたのね。で、うん。そのうんうん。時にこれを思い出して、ちょっと納豆を、ちょっとこれ嗅いでみてって言ったのよ。そしたら、そんな臭くないってなって、で、納豆を実際食べてみたら、思ったより臭くないねって言われて、なんか、納豆のこの見た目、すごいネバネバだから、その、なんか偏見でそう思ってるだけで、実際はそんな臭くないよってのを俺が言いたいんだよ。ああ、はい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 。うん。どうそういうことね。木村は納豆やっぱ臭いなって思う？納豆臭いと思うけど、うん。食べたら美味しいの知ってるから、うん。別にあんまり抵抗はないね。他にもだって納うん。豆以外もだけどさ、俺ブルーチうん。ーズと結構好きなのね。ああ、はいはいはい。めっちゃ臭いけどさ、うん。別に、もう、食べたら美味しいの知ってるから全然気にしないって感じ。なるほどね。いや、俺は納豆は臭くないけど、ブルーチーズは臭いと思う。うあ、ん。そう。いや、俺はね、本当に納豆が臭いっていう偏見をちょっとね、払拭したいと思って今日はこれを言いたかったんだよね。なるほどね。うん。だから、うん。後でね、木村もそうだし、聞いてる人も、納豆とコーヒーが、ちょっと時間が経った後の匂いをね、ぜひ比べてみてください。で、もし全然違うよってなったら、ちょっとコメントで教えてください。で、次、二つ目の俺のあんまり分かってもらえないことは、ビールについてなんだけど、大体ビールってさ、冷うんたい状うん態で飲むよね。でも、うん。うん。俺はビールは全然冷たくなくても美味しいと思う。うん。ほう。木村はどう？冷たくないビールとか飲む？冷たくないビール飲んだことないね。飲んだこうん。とないんだけど、
これなんか冷たすぎるとさ、やっぱりうん。味ってこう、あんまり分かりきれないところがあるんでね、と思う。うんうん。うんうん。すごいそのきめ細かな味の理解するには、ぬるいうん方がこう分かるって思ううん。から、うん。美味しいビールもぬるい状態で飲めば、結構いろんな、なんだろうな、奥深さが分かるんじゃないかなって今うん。思った。うん。いいこと言うね。うん、まさにあ、俺そう。が言いたかったことをね、言ってくれた。あ、そうなんそうそう。もちろんね、冷たいビールも美味しいと思うんだけど、特に、フルーティーなビールとかあるじゃん。やっぱりそういうビールを飲むときは、はいはい。木村が言ったように、冷たすぎるとあんまり香りが、味が感じられないから、逆にもうちょっと冷やすかも、それこそ常温、普通にぬるいぐらいのビールを飲んだときに、結構そっちの方が香りとか味が立って美味しかったから、だからちょっとはいはいはい。ビールは冷たいものっていうこの偏見がね、あると思うんだよね、俺は。うんうんうん。うん。だから木村はこれ分かってくれると思まあね、日本はさ、ほら、夏すっごい暑いしさ、う。うん。その暑い夏の中、すごい冷たいビールで、こう、すっきりさせるっていうのは、大人がね、イメージすうん。る最高の状態ってうん。いうイメージだから、もうん。う、ぬるいビールっていうのはあんまり考えつかないと思うんだよね。うんうんうん。確かに確かに。もうビールイコール冷たいものっていうこういう認識があるから、あんまりそうそみんなやろうともしないと思うんだけど、でもさ、よくう。考えてみれば、日本酒とかさ、熱燗とかあったかいの飲むじゃん。うん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 。だからそれと同じような感覚で、もしビールが好きな人は、ちょっとね、まあ熱くしなくてもいいんだけど、ちょっとぬるいぐらいのビールを飲んでみたら、意外と、ビールによっては美味しいから、これ試してほしいなって思うね。おー、うん。そうか。ちょっとそうそやってみようかな、俺も。う。ぜひぜひやってみて。もちろんね、冷たい方が美味しいビールっていうのも種類によってはあると思うから、全部が、ぬるいうん。ビールが美味しいとは思わないんだけど、やっぱり、さっきも言った香りがいいビール、フルーティーなビールとかはぜひね、ちょっと、後で木村にも、聞いてる人にも、ぬるい常温のビールをぜひ試してほしいなと思います。で、次、もう一個、あんまり分かってもらえないことがあって、これは抹茶に関してなんだけど、結構特に海外、まあ日本もそうなんだけど、抹茶ラテがすごい人気じゃん。うんうんうん。うん。で、海外とかだと、多分抹茶をそのまま飲んだことある人は全然いなくて、ほぼ抹茶好きイコール抹茶ラテが好きみたいな感じになってると思うんだけど、俺は抹茶ラテとかよりもそのままの抹茶の方が美味しいと思はあ、なるほどう。ね。うん。うん。木村はどう？抹うん。茶ラテと抹茶そのままとどっちの方が美味しいと思抹茶ラテかな。う？あ、そう。ここは意見が違ったね。これもさ、コーヒーもそうじゃん。コーヒー、エスプレッソでさ、飲む人ってあんまうん。多くないと思うよね。確かに。コーヒーもラテにするとか、うん。牛乳と混ぜたりとかした方がうん。飲みやすい、万人受けするんじゃないっていう。うんうんうん。うん。確かにそう考えると、そっちの方が多数派の意見だね。そうね。うん。で、やっぱりコーヒーもそうだけど、エスプレッソとか抹茶そのままは苦いと思うから、そこで俺がおすすめしたいのは、抹茶をそのまま飲むんじゃなくて、まあそのまま飲むんだけど、抹茶を飲みながら、苦い抹茶だけど、甘いものを一緒に食べると、ちょうどいいバランスが取れるんじゃないかなって俺は思うね。うん。それはあるね。うん。それはもうずっとさ、うん。日本でもさ、そういう風に飲まれてきたわけでしょ。和菓子と一緒にうんうん。飲んだりっていう風な感じで、抹茶楽しまれてたというか。うん。うんうんうん。うん。だからそういう意味そうね。でも、うん、抹茶そのものを甘くするんじゃなくて、甘いものが欲しかったらお菓子を食べて、で、抹茶を飲んでっていう楽しみ方をね、みんなにぜひしてもらいたい。うん。でも俺がやっぱり改めて言いたいのは、抹茶ラテが好きな人の大半が抹茶を飲んだことがないと思うのよ。そのままで。うんうんうん。やっぱりね、それを知らずにさ、飲んでんのと、知ってて、やっぱりこっちが好きって飲んでるのと、
なんかもったいない気がするんだよね。うん。だからもし今聞いてる人で抹茶ラテ好きだけど、抹茶そのまま飲んだことがないって人がいたら、ぜひ抹茶そのまま飲んでみてください。はい。うん。まあいろいろ話してみたけど、木村はさ、そういうあんまり分かってもらえないなっていうことある？俺、一つね、ちょっと一個、ここでシェアしたいなと思ったのは、うん。犬のうん。肉球うんうんうん。の匂い嗅いだことある？はい、ないかもしんないな。まあ、犬飼ってる人はぜひね、もうその、今、横にいる犬の足の匂い嗅いでほしいんだけど、うん。アップルパイみたいな匂いする。いやいやいや、本当に本当に、いい匂いってこと？本当に、そう、香ばしくて、うん。ちょっとね、ほんとほのかにシナモンみたいな、そのアップルパイ、普通のパイとかじゃなくてアップルパイっぽい。ちょっと、うんうん。うん、本当に本当に本当に、それ木本当に。村の犬がそれだかさ、いたずらしてさ、アップルパイ食べちゃった後じゃないの？らいや、そんなことない。全然ね、まあ、どの犬でもなんだけど、うんうん。そうそうそあ、う。そうなんだ。香ばしいいい匂いがするんですよ。そうなんだ。俺は犬の肉は匂い嗅いだことないけど、勝手なイメージで臭いと思ってた。ああ、全然、うん。全然、全然。人間の足とかそうなんだ。と違うから。あの確かに人間チーズみたいなの足はな、匂いしないから別に。ブルーチーズみたいなね、匂いブするからね。ルーチーズみたいなね。いや、そんなんじゃなくて、本当にぜひね、嗅いでほしい。うん。あ、そう。うん。じゃあ今度ちょっと俺が散歩とかしてて、犬とか見かけたら、肉球の匂い嗅がしてくださいってちょっとお願いしてみる。とんでもない変人だけど、そうね、ぜひ、今、犬飼ってない人だったらね、ちょっとそういう、ちょっと機会を作って、うん。うん。ぜひ嗅いでもらっで、て、そうね、そうね。で、実際にね、本当かどうかみんな、コメント欄で教えてください。はい。お願はい。いします。はい。まあね、人それぞれいろんなね、好みとか考えとかあるけど、結局ね、みんな違ってみんないいってことだね。うん。そうね。ということで、今日は分かってもらえないことについて話してみました。皆さんも友達とか家族にあまり分かってもらえないことがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパテロンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。